今回はボトムホップを全方向にコントロールするワークショップです。まず最初はこのように練習してみましょう。初めから飛ばそうとしないで、正確に置いて止める練習を行います。少しずつ置いて止める位置を後ろ側に移していきます。感覚がつかめたらホップのように動かせるようになります。それでは各方向への解説を詳しく行っていきます。まず下方向です。これを A の方向とします。ワークショップ8のように行ってください。この時指と糸の摩擦がほとんどないように動かせるとより良いです。正確に置いて止める練習をしましょう。最初からホップのように飛ばそうとしないで大丈夫です。次は後ろ方向です。これを B の方向とします。後ろに飛ばそうとする前に A と B の間に位置する AB1 と AB2 の位置に置いて止める練習を行いましょう。両手の真下にヨーヨーを置くイメージです。両手をできるだけヨーヨーを置きたいところの上の位置に置くようにするとやりやすいと思います。これでヨーヨーを真下ではなく少し後ろ側に置く感覚に慣れましょう。感覚がつかめたら両手の真下でなくともホップのように動かせるようになります。後ろ方向 B 方向に飛ばせるようになったら連続で飛ばしてみましょう。はじめは糸を指に巻いて短くすると覚えやすいかもしれません。ホップのように動かすときも置いて止める練習をしていた時のようにうまくコントロールができているとベストです。続いて C 方向、肩の上の方向です。ここが一番難しいです。 B の方向へうまく飛ばせるようになったら C の方向にチャレンジしてみましょう。スローハンドの指にクイッと力を入れると飛ばしやすいです。 B 方向のコントロールが身についたら C 方向にちょっと思い切って飛ばしてみましょう。指にクイッと力を加えます。ヨーヨーの軌道を邪魔しないようにフリーハンドの指を糸に沿って動かしましょう。フリーハンドはただ単に下げる、スローハンドはやや後ろ気味に引く、両手を縦に広げるイメージです。次は上方向 D の方向とします。残りの B と E の方向はホップというよりブーメランの要領で行います。 D 方向は可能な限りスローハンドの腕を全部伸ばすイメージです。緩めて飛距離を伸ばしましょう。 E 方向に備えてフリーハンドは固定、スローハンドは下げましょう。最後は前方向です。これを E 方向とします。 E 方向は通常のブーメランです。そっと押し出します。直線の軌道を描くように緩めて飛距離を伸ばしましょう。スローハンドを引いて裏側にトラピーズをします。
全ての方向に飛ばせるようになったら、最後はつなげてやってみましょう。この技だけでなく、ヨーヨーを正確な位置や方向に置いたり飛ばすためのコントロール力を身につける基礎練習にもなります。少し難しいワークショップでしたが、ヨーヨーのコントロールを身につけるのに重要な要素の一つだと考えています。ぜひ取り組んでみてください。